こんにちは。何でも服にする人こと衣装作家の塩川夏香です。今回服にするのはこちらのキッチンペーパー。キッチンペーパーって基本的に白いと思うんですけど、だからウェディングドレスを作れるんじゃないかなと思って、今回はこちらのキッチンペーパーでドレスを作ってみたいと思います。そしてこのキッチンペーパーは新品を買ってきたのではなく、実は日本製紙クレシア株式会社様より B 級品のご提供をいただきました。ありがとうございます。こちらのスコッティファイン3倍長持ちキッチンタオル150カットを使わせていただいて衣装を作っていきます。はい、まずは開けてみます。お、開けるとこがある。じゃーん。いわゆる一般的なキッチンペーパーだね。薄すぎず、分厚すぎず、いろいろ使いやすそうです。エンボス加工っていうのかな？デコボコしてます。この質感のドレス、どんな仕上がりになるんだろう？というわけで早速制作していきます。はい、デザインはこんな感じです。ウェディングドレスをイメージしてて、質感を見せるためにシンプルなデザインにしてます。シンプルな分、シルエットで綺麗さを出したい。で、ポイントはこのスカートをキッチンペーパーをたくさん垂らして作ってみたい。こちらのデザインで作っていきます。はい、土台に白い布を使いたいんだけど、白い布って言っても200色ぐらいあって、例えばサテン、衣装やドレスでよく使われてて、ツヤツヤしてて品がある印象です。あとは、ツイル、しっかりめの布で丈夫でシワになりにくくて、パンツやカジュアルなジャケットとかにも使われている生地。この2種類は私もよく使うんだけど、今回選んだのはこちらのブロードという生地。シャツとかに使われる軽やかでサラサラした感じの生地です。このブロードが一番キッチンペーパーの質感に合うかなーって思って。なんか雰囲気似てない？って言っても上からキッチンペーパーをつけるから布は見えなくなるんだけどね。だけど土台もキッチンペーパーっぽさを意識してみました。それでは裁断していきます。はい、裁断ができたので縫っていきたいところなんですが、早速キッチンペーパーの出番。このトップス部分はキッチンペーパーを縫い付けたい。だけどこのままだとキッチンペーパーが破れちゃいそうなので、キッチンペーパーの裏側に接着芯を貼って補強したいと思います。今回着用の撮影の後に衣装を展示する予定があるので、なるべく綺麗な状態を保てる作りにしたいと思います。接着芯をカットして、キッチンペーパーに貼っていきます。はい、貼ってみました。キッチンペーパーの裏に薄い布が貼り付いている状態です。耐久性どうかな？
破れにくいかな？ガッてやれば亀裂は入るけど穴は開かない。ちょっと安心かな。あ、でも水分はちょっと怖いのであんまり濡れないように気をつけたいと思います。というわけでキッチンペーパーを12メートル分ぐらい接着芯をつけていきます。Let's go! はい。それではキッチンペーパーを縫い付けながら組み立てていきます。当たり前に針を通すから穴が開いちゃうんだけど、その穴から破けちゃわないように縫い目を粗くしてます。裏に布を貼ってて破れにくいっていうのは分かってるんだけど、質感がめっちゃキッチンペーパーなので破れそうで怖いです。裏に貼ってる布も薄いので触り心地は本当にキッチンペーパーそのまんまです。破れないと思うんだけど破かないように気をつけながら作っていきます。はい、無事トップスができてスカートもできました。はい、このスカート部分にキッチンペーパーをたくさんつけていきます。どうなるんだろう、楽しみ。まずはスカートの布が隠れるぐらいつけてみる。とりあえずこんな感じです。まだスカスカだからここからたくさんつけていきます。ボリュームも欲しいけど、いっぱいつけすぎるとひらひら感がなくなっちゃう気もして、イメージはキッチンペーパーのこうやって出てる部分っていうか、このひらひら感は大事にしたい。ペラペラしてる感じがキッチンペーパーっぽいよね。全体のバランスを見ながら足していって、はい、形になりました。スカートもいい感じなんだけど、どうしようか迷ってることがあって、デザイン画だとリボンをつけてるんだけど、つけてみると、なんか違う気がする。質感がやっぱ紙だから、可愛らしいリボンってよりは工作っぽい感じがする。こんまんまでもね、気に入ってるんだけど、寂しいかな？どうかな？個人的にはこのトップスがめっちゃ気に入ってて、思ったよりも綺麗な形が出て、大人っぽい上品なドレスなのに、質感がキッチンペーパーっていうギャップがね、いい感じ。肩にリボンつけてみる？こんな感じで。どうかな？あり？キッチンペーパー感が増したね。個人的にはシンプルも捨てがたいけどな。あ、でも展示するってなったらリボンあった方が映えるのかな。ということで、リボンは取り外せる仕様にしました。皆さんはリボンありなしどっち派ですか？はい、というわけでキッチンペーパードレスが完成しました。どうでしょうか？めっちゃ良くない？後ろはこんな感じです。後ろは編み上げリボンで体にフィットする仕様になってます。キッチンペーパーでウェディングドレスを作ってみたいっていう夢が叶って、とっても大満足です。布よりも破れやすい素材だったから、縫ってる時は
破れたりぐしゃってならないかヒヤヒヤしたけど、思ったよりも綺麗に作れてお気に入りの一着になりました。はい、着用するとこんな感じです。ウェディングドレスをイメージしてベールを合わせました。あと腕にはキッチンのアームカバーと足元はスリッパでキッチンとウェディングを混ぜたスタイリングにしてみました。このスカートのひらひらがめっちゃ可愛くない？なんかおしゃれだよね。アップで撮影すると肩のリボンが映えて可愛い。肩のリボンがないとスッキリしてよりウェディングドレス感が増します。モデルさんも最初は髪の衣装着たことない、破いちゃいそうってヒヤヒヤしてました。破れたら私のせいだよって言ったら、モデルさんも安心して楽しそうに撮影してくれました。はい、ちなみに使用後の衣装はこんな感じです。大きな破れとかはないんだけど、普通に着用してたのと、衣装を畳んで持ち運んだりとかもしたので、少し使用感が出ました。でもなんかこれもキッチンペーパーっぽくていいな。この状態で8月渋谷ヒカリエにて展示をするので、ぜひ実物のキッチンペーパードレスを見に来てください。さらに、じゃーん！ファッションアイテムとも組み合わせてみました。よくない？キッチンペーパーがファッションになる時代。パッと見キッチンペーパーに見えないよね。おしゃれなワンピースに見える。こちらの写真はインスタグラムにも載せるので、概要欄からチェックしてください。はい、というわけで今回はキッチンペーパーでドレスを作ってみました。いかがだったでしょうか？また次回も面白い衣装や可愛い衣装の制作動画をアップしていくので、チャンネル登録をしてまた見に来てください。それでは、バイバーイ。